こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご機嫌いかがですか？ナオコです。さあ、クマ2021ことミラノショーの時間だぜ。今回は何編？川崎ライムと、鈴のキリンターンだ。国内メーカーの川崎、鈴木編ですね。ホンダ、ヤマハ分は別動画で特集してます。概要欄のリンクをクリックしてご覧くださいね。このシリーズはまだ続くのかな？その予定だ。魅力的なメーカーは国内以外にもたくさんあるわけだし。当然、気になるバイクもたくさんあるわけだ。今回も、そんな期待感あふれるバイクたちを、サクッと考察していきましょう。動画を気に入っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いしますね。青月のやる気アップになるからな。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。行ってきます。いずこへ？バイトですって。今回の流れはこんな感じだぜ。2021ミラノショー&2021総括。1、男たちの川崎編。2、俺たちの鈴木編。です。じゃ、はじめ、か。1、男たちの川崎編。今回は、2021年10月からの新体制川崎モータースジャパンとなって、初のミラノショーとなるぜ。今も昔もこれからも、川崎じゃないんですか？それまで、バイク販売は川崎重工業のモーターサイクル部門の活動だったが、2021年10月に川崎重工業から分社化されたんだよ。へえ。川崎重工業は事業分野別の分社化を進めていて、二輪と鉄道部門が分社化。他にも宇宙、海洋、ロボット、エネルギーの分野でも、独立を計画してるらしい。その理由は？事業を多角化すればするほど、会社は事業の集合体となり、ある部門が成績優秀でも他の部門はいまいち、となれば会社全体の価値は下がることになるわけだ。だから、勢いがあるモーターサイクル部門を分社化し、楽しんじゃえ宣言、でもしっかり稼げと。そういうことだ。庶民派ライダーとしては、組織変更でどんな変化が起きるかが楽しみだし、また、心配なところでもある。この取り組みが成功して、忍者 H2 って、水素で走るバイクなんですよって話になったりして。それは、あるかもしれんぞ。新型モデル。Z650RS、Z フェスタ。クマでは、Z フェスタと名付けたブースで、新型 Z シリーズ、H2、RS と、実車をお披露目してたぜ。噂だった、Z50 周年記念モデルの発表はなかったんですね。ヤングマシン市場で盛り上がってた話題だな。先日特設サイトがオープンしてたから、気になる人はチェックだぜ。忍者、H2SX。元祖モノアイメカ忍者。発表された新型は、国内他社に先駆けてレーダー技術が導入されたぜ。レーダーといえば、外観も F117 的なデザインになるかと思ってましたが、発見されなくしてどうする？フロントカウルのデザインが、レーダー部品の取り付けのために少し変わってたな。前後の変更はわかるけど、マフラーの変更はなんでかな？確かに、エキパイから触媒、サイレンサーと一式変わってるな。燃費も 17.5 キロから 18.5 キロにアップしてるし、その関係かも。レーダー関連は、スーパーチャージャーと同じく全部自社製なの？レーダーシステムは、ボッシュ社の先進運転支援システム ARAS を採用してる。ARAS は3つの機能で構成されてる。ACC アダプティブクルーズコントロール、衝突予知警報、視覚検知ですね。レーダー機能以外にも、停車時のブレーキホールドや、緊急停止シグナルとか、その他にもツーリングに嬉しい装備が追加されてる。国産車では、頭一つ抜け出た装備だ。市販化されることで、機能の熟成と量産化が進み、他社展開が進んでいくと嬉しいですね。ベルシス650。エヴァ風フェイスから、忍者系フェイスになったな。真正面から見ると、笑っているように見えてちょっと、見た目は変わってますが、基本構成、フレームや足回りの変更はなさそうですね。でも主要装備はいろいろ変更されてるぜ。透過類の LED 化、4.3 インチカラーメーター、忍者650系エンジン発のトラクションコントロール装備。650cc 周辺のアドベンチャーバイクも、それなりの機能が搭載されてきましたね。価格と機能のバランスが良いバイクだ。ライバルの V ストローム650と比べると、ベルシスの方が装備充実かな。現行ベルシス650の実燃費は22キロ程度と、V ストとほぼ同じですしね。で、ベルシス650は、今まで国内正規販売モデルはなかったんだが、新型モデルは国内導入が決まったぜ。これも体制変更の影響かな？さあ、お次は小モデルだ。小&コンセプトモデル。と言っても、特に発表はなかったな。でもクマ前に開催された川崎モータース株式会社の事業方針説明会で、新技術発表会がありましたよね。ハイブリッドバイク研究者の展示はあったけど、小モデルとしての発表は、もう少し時間がかかりそうだ。KB4。KB4 のお話は？あ、それな。ビモータと川崎の合弁会社ビモータ SPA が、KB44 を発表してたな。川崎の K と、ビモータの B で KB4？そのままか？
で、こいつは川崎が提供する忍者戦 SX のエンジンを、ビモータが開発デザインした車体に搭載したバイクだ。あれハブステアじゃなくなってる。だな。こいつはビモータがクマ2019で発表した定時 H2 の後継ではないからな。でも、特徴的なデザインは変わりない。高速道路で見かけたら、即、道を譲ります。新色モデル KLX230 SE。オフ車乗りとしては、気になる1台です。公道を走れるオフ車がラインナップされてるのは、国内メーカーだとホンダと川崎だけだしな。海外系なら、KTM とかハスクバーナとかガスガスとか、いっぱいありますやん。そうなんだが、なかなか敷居が高くてな。なんで、国内オフ車にはとても興味があったりする。国内モデルの無印と比べて、どこが違うの？まずは SE 専用カラーリングだ。あ、なんとなく CRF っぽい。赤黒だからな。気のせいだ。あと、国内ではオプションのナックルガード、アンダーガード、アルマイトホイールなどが標準装備となってる。US モデルってことでユーロゴは見たようだし、SE は国内販売は望み薄ですね。KLX と CRF の比較動画もアップしているので、オフ車が気になる皆さんはそちらもチェックだぜ。じゃ、お次は2021年にテこ入れされた車種を、一気に紹介するぜ。2021年、国内登場&マイチェンモデル。ニューモデル&モデルチェンジ。忍者 H2、SX、SE、Z650RS、ベルシス650、KLR650、海外、KLX230SE、海外。カラーチェンジ。バルカン、S、忍者1000、SX、忍者650、忍者400、忍者250、忍者 ZX14R、海外、忍者 ZX10R、忍者 ZX6R、忍者 ZX25R、ZH2、SE、Z1000、Z900、SE、Z650、Z400、Z250、ベルシス1000、SE、S、ベルシス X300、Z900RS、ダブル800、カフェ。カラーチェンジ、めっちゃある。放置プレイとなったのは、鳴り物入りで登場した目黒と、ベルシス X250 だけか。そんなことないですよ。目黒は W800 のタイプ違いだし、ベルシス X も250の排気量違いと考えれば、ほぼ全車テこ入れされてますよ。さすが川崎。愛情が溢れてるな。まとめ。他社に比べたらあっさりしてましたね。ま、クマ前からアンベールイベントを進めてたし、新技術発表も終わってたからな。新色発表も定期的に実施されてますしね。やっぱり今回の目玉は、ARAS 搭載の忍者 H2SXSE だな。Z1900 スーパー4の記念モデル発表がなかったのは残念でしたが、でも、Z の50周年イベントとしては盛り上がってるから、きっと来年は何か発表があるだろうな。楽しみ、楽しみ。じゃ、お次は俺たちの鈴木だ。俺たちの鈴木編。鈴木の展示は、クマお披露目のニューモデルの発表はなく、これまでに発表したモデルの特別モデルや、マイナーチェンジって内容だったな。なんだ、坊主か。坊主とはなんだ坊主とは。何があった？今年の鈴木は色々あったじゃないか。鈴木モーターサイクルグローバルサロンがスタートしたり、3D としひろくんね。二輪四輪の純正部品発売サイト、S モールを始めたり、ハンガリー産ワインも買えるやつね。若狭鉄道はやぶさラッピング電車を走らせたり、はやぶさ駅だけにね。バイクとあまり関係ないような。でも、今年もいろんなことに挑戦して、面白かったじゃないか。確かに、小さなバイク、大きな未来ってやつですね。若干違うけどな。じゃ、クマ関連のバイクを見ていくか。新型モデル、GSX、S1000GT、刀。ショー&コンセプトモデル、なし。新色モデル、GSX、S1000、SERT エディション、GSX、S1000、GT エディション。じゃ、まずは新型モデルから。GSX、S1000GT。先代とは打って変わって、直線基調のデザインとなった GSX-S1000GT だ。初めて見た時は、思わず声が出てしまいましたよ。これ、どう見ても山。はい、ストップ。ま、個人的な好き嫌いは置いといて、この性能とデザインはインパクトがあるよな。あとは価格ですか。国内発表は、おそらく来年の春頃だ。その頃には国内メーカーのツアラーが全車で揃う。2022年の販売台数ランキングが楽しみだな。刀。今年で2年目の刀は、銀、黒ときて、赤、紺が追加となりましたね。カラーだけじゃなく、ちゃんと中身も進化熟成してるぜ。中身は何が変わったの？ベースが新型 GSX-S1000 系となり、ユーロ5対応。電子制御もトラコン、上下シフターがついて、S1000 と同じ内容になったと思う。結構変わってますね。先代刀乗りにはちょっと厳しい内容ですね。これは、同車種乗り換え案件だな。
コンセプトモデル。残念、何もなしだ。スズキはトヨタと資本提携し、脱炭素対応も進めてるから、トヨタと被らないバイク分野でなんか来ると思ってましたが、スズキはまだその時じゃない、ってことなのかな。2021年、国内登場&マイチュンモデル。2021年発売と、手こ入れされた車種を紹介しておくぜ。フルモデルチェンジ。GSX、S1000、はやぶさ。マイナーチェンジ。バーグマン400、バーグマン200。カラーチェンジ。GSX、R1000R、GSX、R125、V ストローム1050、XT、V ストローム650、XT、ジクサー SF250、ジクサー150、SV650、X、アドレス110。しっかり手こ入れしてるぜ。まとめ。市販モデル以外に、展示モデルも色々あったみたいですね。だな。元 GP2022 年シリーズ参戦マシン、ジョアン・ミルの GSX-RR。2021年 FIM 世界耐久選手権 EWC で、優勝した吉村 SERT モチュールの GSX-R1000。7人の鈴木世界チャンピオンに敬意を表した GSX-R レジェンドエディションも展示されてたな。レジェンドエディションは、イタリア鈴木で予約受付中ですね。ジョバンニに電話しなきゃ。誰だそりゃ。今年の鈴木は、デザインにインパクトありまくりな新型発表が続きましたね。ブサから始まって GSX-S1000、S1000GT の流れのことか。来年は、今年音沙汰がなかった GSX-R1000R や、ミドルスクーターの新型に期待するぜ。リカージョンもね。SV650 もな。さあ、今回はこんなところですね。じゃ、お次はエンディングだ。今回のエイクマまとめ編、どうだった？楽しめたかな？ホンダヤマハ編も合わせて見てもらえれば、2022年の新型予想もできそうですね。それじゃ、ヤングマシンの2022年2月号を眺めながら、来年の新型予想でもしようかな。あ、1本分のネタができましたね。ところで、青子は何のバイトに行ったのかな？ショーのコンパニオンだって言ってたけどな。その辺にいるんじゃないか？では、今回はこの辺で。それでは、See you!